皆さん、こんにちは。CVE デイリーの時間です。本日2026年5月19日は、特に重大な脆弱性が4件、NVD で公開されました。これらの脆弱性について、私東北キリタンと、東北ズンコがお伝えするね。キリタン、今日はどんな脆弱性が報告されているのかな？ズンネー様、本日はクリティカルな脆弱性が多く報告されています。特に、認証なしでリモートから攻撃が可能なものが目立ちますね。認証なしでリモートからって、それはとても危険な感じだね。はい、リモートからのコード実行やシステムへの不正アクセスにつながる可能性があります。うわぁ、それはすぐに確認しないとだね。一つ目は、ワードプレスのピオトネットアドンズ4エレメンタープロプラグインとピオトネットフォームズプラグインに任意ファイルアップロードの脆弱性が発見されました。どちらも CVSS スコアは 9.8 と非常に高く、クリティカルな脆弱性です。ワードプレスのプラグインなんだね。これって普通の人にも関係あるのかな？はい、これらのプラグインを使っているウェブサイトはすぐに確認が必要です。認証されていない攻撃者が、ネットワーク経由で任意のファイルをサーバーにアップロードできる可能性があります。任意のファイルをアップロードされると、どうなっちゃうの？リモートからのコード実行につながり、ウェブサイトが乗っ取られる危険性があります。原因は、ファイルタイプの検証が不十分だったためと報告されています。それは大変だね。どうすればいいの？ピオトネットアドンズ4エレメンタープロプラグインはバージョン 7.1.70 まで、ピオトネットフォームズプラグインはバージョン 2.1.40 までが影響を受けます。速やかに最新バージョンへアップデートすることが最も重要です。2つ目は、ヘスキア CP2 でシリアライゼーションの脆弱性 CVE2026-43633 が報告されています。CVSS スコアは 9.5 で、こちらもクリティカルな脆弱性です。シリアライゼーションって何だっけ？データ形式の不一致が原因で、不正なコマンドが実行されてしまう危険性がある脆弱性です。認証されていないリモート攻撃者が、ルート権限でのコード実行を達成する可能性があります。ルート権限って、サーバーを完全に操作されちゃうってことだよね。はい、その通りです。非常に深刻な影響があります。ヘスキア CP のバージョン 1.9、0から 1.9、4が影響を受けます。これもすぐに何かしないといけないのかな？ウェブターミナル機能が有効なシステムは特に注意が必要です。速やかにヘスキア CP をアップデートしてください。3つ目は、NGINX JavaScript にヒープバックファーオーバーフローの脆弱性 CVE2026-8711 が報告されました。CVSS スコアは 9.2 と高い評価を受けています。NGINX って、ウェブサーバーでよく使われているものだよね。はい、その通りです。JUS、フェッチ、プロクシーディレクティブが特定の条件下で設定されている場合に影響を受けます。認証されていない攻撃者が不正な HTTP リクエストを送ることでこの脆弱性を悪用する可能性があります。これはどんな危険があるの？ NGINX のワーカープロセスが再起動したり、システムによってはコード実行につながる可能性があります。うちのサーバーは大丈夫かな？ NGINX をご利用の場合は、設定内容を確認し、該当する場合は NGINX を最新のバージョンに更新してください。本日は取り上げきれませんでしたが、他にも9件の脆弱性が公開されていました。気になるものは NVD で詳細を確認してみてください。本日は、ワードプレスピオトネットプラグインの任意ファイルアップロード脆弱性2件、ヘスキア CP のでシリアライゼーション脆弱性、そして NGINX JavaScript のヒープバックファーオーバーフロー脆弱性をご紹介しました。どれも重大な脆弱性だったね。特にリモートから攻撃される可能性があるのが怖かったな。はい、本日ご紹介した4件の脆弱性は、いずれもクリティカルな評価を受けており、早急な対応が求められます。対策はやっぱり、使っているソフトを最新にするのが一番大事なんだね。その通りです。利用している製品のバージョンを確認し、速やかにアップデートを適用することが重要です。また、不要な機能は無効にするなど、設定の見直しもご検討ください。
皆さんのシステムを守るためにも、情報収集と迅速な対応をお願いいたします。